手首折れてるから痛いんだけど、はい、今回はね、質問コーナー、質問募ったんで、インスタとかね、この YouTube 見てる人だけどどんな人か俺分からへんと思うから、1回ぐらいこのコーナー作っとこうっていうことで、今回は質問コーナーを作りました。はい、では早速質問コーナー行ってみましょう。出身どこやねん。出身は京都市から外れた亀岡市っていう、山に囲まれた世界で一番霧が濃い町。お前いくつやねん。僕は27歳です。今年27歳のおっさんです。お前身長高いけど何センチやねん。こう見えても俺って181センチあるのよね。実は中学高校めちゃめちゃ低くて、もう170ないぐらい、高校卒業した時なんて。だけどオーストラリアで肉って水飲んでたらいつの間にか伸びて帰ってきた。家族構成を教えてください。家族構成はおとん、おかん、妹。ちなみに妹の差は5歳離れてる。お前どこのタバコ吸っとんねん。俺はタバコ巻きタバコなんよね。よく言われるんだけど、銘柄はチョイスシリーズの中からまたいっぱいグループがあるんだけど、この味があって、そんな中のダークチョコレートかマンゴーとかアイスティーとか選んでる。カメラマンの荒野さんとの出会いを教えてください。荒野との出会いはYouTube 始めて2ヶ月ぐらいにインスタグラムから編集者してくれてみたいな感じでメッセージ来たから、どんなやつなんやろうと思って、その時返して、その1週間後ぐらいに会って意気投合して今に至ります。荒野くんに電話してください。カメラマンの。荒野ね。出るかな。あいつもこっち向かってるからな。ドブネズミみたいに美しく。YouTube なんで始めたん。理由教えて。これはマジで聞いといてほしい。俺が YouTube 始めた理由は亀岡でスケートパークを作るため。それが一番の目標なんや。もう亀岡って土地ばっか余ってて、運動施設とか少ないから、もう作ったら絶対来ると思うよ。京都府の中でも少ないからパークがやし、亀岡大阪にも近いし神戸も近いし来ると思って、一回当選したんやけど、亀岡市に有名なやつがいるらしくて、もう2チョイスしかないよ。有名なやつを育てるか自分が有名になるかどっちかやから、もう自分が有名になった方が早いと思って YouTube 始めた。だから俺は最終的にこの YouTube でパークを作るまで持っていきたい。そんなことより鼻の穴の直径は何メートルありますか。ちょっと待って、これは定規。鼻の穴は 0.012 メートルです。長期の宿題をやらずに提出したことありますか。長期の宿題をやらずに提出は、やってないんやったら提出する必要ないよね。やってない。まずアクロバットなんかせんかい。仕事何してますか。仕事か。1年の流れを通して言うわ。俺って結構特殊なタイプで、実は親父が教科書会社をしとるから、教科書忙しいの時期って12月から4月ぐらいなんよ。その4ヶ月間はそこの仕事をちょいちょいしながら自分のスケボー活動もしてる。で終わったらまずゴールデンウィークぐらいまであるから、ゴールデンウィークから6月の末ぐらいまでは海外行ってて、7月初めから9月の終わりぐらいまではずっとラフティングで、10月は自分の仕事、松茸も最初お祭りとかもいろいろやりがたいことやって、で11月は栗売りをしてて、で12月は現場とかたまに出たりしてるかな。初めて言ったねこれ YouTube でマジで。普段聴いてる曲なんですか。最近聴いてんのはやっぱテワンのガンガンスルレイかな。あの曲は俺韓国の思い出があるから聴いてるのと、よく最近 YouTube でお世話になってるドロー4の曲やけど、俺マジでもうずっと言ってるけど、ヘイガール結構ずっと聴いてるな。ヘイガールはいい曲やなと思って PV も撮った時一緒に思ったから、ずっと聴いてる。よかったら聴いてね。なんでそんな山とか川いんねん。これに関してはもうそういう家庭で育ったからよね。俺のおじいは山の漁師なの。おとんとか海潜ったりするのも両方好きやし、おじいも
山行きながら海行ったりとかもするし、そんな環境で生まれたらまあこういう野生児が出来上がるよね。野生児。かっこいいとダサいの違いって何ですか？かっこいいとダサいの違い、これに関してはめちゃくちゃ難しい質問やで。かっこいいとダサいをの根源を持ってるやつの行動によってそいつがダサいかかっこいいか変わるんじゃない？どうやってスポンサーをつけるんですか？これもまたむずいな。やっぱスポンサーつけるためにはやっぱりまずスケボー上手くないと、ある程度知名度がないとあかんと俺は思うし、かつやっぱりスポンサーついたからって言って「へえスポンサーゲットいたたら」とかそんなになってもうたらもう終わり。やっぱりちゃんと無料でもらってる分何か返せるようにした方がいいと思うで。そういう心がけてたらいずれ周りからそういう風に声かけられる。やっぱりもらうばっかりじゃなくて何か返そうとか、普段行ってる店で買って買うのは当たり前やねんけど、買ってた時にまあなんかちょっとずつ宣伝していこうとか、ここのまずスポンサーつきたいっていう目標が大事です。マクドで好きなメニュー教えろや。マクドの好きなメニューは今日も食ったけどチキチ。外国語の取得方法を教えてください。外国語の取得方法は、いやまあ向こうに住むっていうのも大事だけど、向こうに住んでからの意識も大事な。やっぱり向こうの文化にいたらできるだけの言葉を向こうにしようっていう考えとか、日本にいるんやったら自分が覚えたことを毎日復唱するとか、ふとした時にその日本語で出た時、あ俺この単語やったら英語で言えるぞって思いながら頭の中で英語で言うとか、俺はめっちゃしょっちゅうしてるから。寝言も韓国語の時もあるらしいし、英語の時もあるらしいです。外国行っておもろかったことありますか？外国行っておもろかったことか。いやもう今から考えたらおもろかったけど、持ってた金全部取られてホームレスになった1ヶ月半。今から考えたらめっちゃ笑えます。コミュ力のつけ方教えてください。目合った人全員挨拶してってみ。コミュ力つくから。そういう気持ちからだんだん変わっていけると思います。好きなことをして生きていく方法教えてください。いやまあこれ実際に俺好きなことして生きてってるか分からへんのやけど、今は俺は好きなことしてるけど、それがお金につながるってやっぱめちゃくちゃむずいんやけど、今最近ようやくこのまあ10ヶ月ぐらいか YouTube 始めて好きなことやり始めて、ずっとこうお金に変わりつつある中で見て、浅い位置から見て思うんが継続すること。これがマジで一番。継続することと自分がやってることに自信持って誇り持って、それをずっと続けながらもうやり続ける。もうとりあえずそれだけ。それをしてたら、それがお金に変わるとかじゃないかもしれへんけど、そっから得たつながりでお金に変わる何かが得れるかもしれないから、とりあえず続ける。挨拶する。もうコミュ力も一緒よね。だからもうとりあえず挨拶して続ける。自分が決めたことをとりあえず続けてみる。しんどくてもそっから始まると思うんでごわんす。ってなことで、まあほっちょけたけど、まあ今回の質問コーナーはこれぐらいにしといて、まあ第2弾とかもまたいつかやるから、半年後ぐらい、3万人いったし、とりあえずまあ質問コーナー出しとこうかなってことで、とりあえずまああっさり聞いたこと、質問聞かれたことをパッて並べてみながら、また今度次回もやるんで、その時までよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。